地球の皆さんこんにちは。今日はウルトラマンルーブ最強怪獣ランキングトップ10。ルーブは登場怪獣そんな多くはないので、主要な怪獣は大体ランクインしていると思います。評価基準はいつも通りこちらのルールにのっとって、人気や知名度は関係なく先入観抜きにできるだけ客観的に純粋な強さのみで順位をつけました。月9色に染め上げたランキングですけど、見るとハッピーになれると思います。それでは順位発表です。どうぞ。10位は第8、9、10、11、12話に登場したウルトラマンオーブダークノワールブラックシュバルツ。ウルトラマンオーブにそっくりな姿をした戦士で、その戦闘力も非常に高くて、成長途中の段階だったとはいえ、ロストとブルの2人がかりでも全く話にならないほど2人をボコボコにしました。ウルトラマンオーブのいろんな技をコピーとはいえ使うことができて、ロストとブルの合体技ファイヤートルネードを押し返したダークオリジウム光線や、2人まとめて変身解除に追い込んだダークストビウムダイナマイトなど多彩で強力な技を持っています。しかも本人がウルトラマンに憧れているだけあって、日々の鍛錬や研究はしっかりしているので、パワー、スピード、技術全てにおいて高い水準を誇っています。その強烈なキャラクターと強さでルーブの中ボス的ポジションを務めたウルトラマンオーブダークノワールブラックシュバルツが10位にランクイン。9位は第22話に登場した次元狂獣カミソリデマーガ。異次元に住む怪獣で、まるでロボットのような見た目通りカッチカチの硬い体を持っています。防御力が高いのは言うまでもないんですけど、攻撃力もかなり高くて、斬撃をかまいたちのように飛ばしたり、頭から破壊光線を撃つことができます。知能も普通の怪獣より高くて、その総合力の高さで本調子ではなかったとはいえ5位にランクインしている怪獣を2度も退けました。異次元でミナとミオとどうやって共存していたかめちゃめちゃ気になるカミソリデマーガが9位にランクイン。8位は第14話、15話に登場した爆撃骨獣グルジオキング。ルーブの1話怪獣であるグルジオボーンと同じグルジオ系で、ボーンより数段強い怪獣です。打撃ではダメージがほとんど通らない硬い体とパワーで高い近接戦闘能力を持っているんですけど、メインウェポンは何といってもギガキングキャノン。このギガキングキャノンはトリプルオリジウム光線以上の破壊力があって、しかもそれだけの威力なのに 2.5 秒に1回というかなりのハイペースで連射することもできます。その遠近ともに隙がない戦闘力でロストとブルを一時倒すことに成功したグルジオキングが8位にランクイン。7位は第19話に登場した宇宙ロボットキングジョールーブ個体。いつも通り硬い体でゴリ押すフィジカルの強さとパワーで高い戦闘力を持っていて、それに加えて今までのキングジョーにはなかったバリアを張ることができて、とてつもない防御力を誇っています。9位のカミソリデマーガや8位のグルジオキングを全く寄せ付けずにノーダメで倒すほどの強さを誇るロストとブルが合体したウルトラマンルーブとまともに戦える時って限られているんですけど、このキングジョーはルーブとやり合えるほどの戦闘力を持っていました。バリア解除や怪獣拘束システムによる周りの助けがなければ、ルーブでさえもっと苦戦していたであろうキングジョールーブ個体が7位にランクイン。6位は第20話、21話に登場した超ド級怪獣グランドキングメガロスクリスタル。ロストとブルと戦っていたゴモラを瞬殺できるほどの圧倒的火力と、2人の必殺技やルーブストラッカーの攻撃を受けてもびくともしない圧倒的な防御力を兼ね備えています。攻撃手段がとにかく豊富で、圧倒的なパワーの他に胸や口や頭など体中のありとあらゆる場所からレーザーや電撃や光線を撃てます。物語終盤のかなり成長したロストとブルが2人がかりで引き分けに持っていくのがやっとだったグランドキングメガロスクリスタルが6位にランクイン。5位は第10、11、12、21、22話に登場した豪烈猛獣ホロボロスクリスタル。ホロボロスが本気を出す前の4足歩行の第1形態の時点で
物語中盤のロッソとブルをボコボコにするほどの強さがあります。第2形態になると、より野生的かつ知性的な動きができるようになって、パワー、スピードともにウルトラマンを完全に上回るほどで、とてつもなく強くなります。10話から12話までのクリスタル召喚されていた頃は、トリプルオリジウム光線が前に敗れたので、このランキングでいうところの8位とか9位相当の強さだったと思うんですけど、その後21話で鶴ちゃんが自ら変身した時は、6位のグランドキングメガロスと引き分けて間もない頃の強さのロッソとブルーを圧倒して、ウルトラマンルーブともやり合えるほどの強さを誇っていました。初登場がアイテム3という珍しい怪獣でありながら、ルーブを代表する怪獣でもあるボロボロス・クリスタルが5位にランクイン。4位は劇場版に登場したジャガンジュスネークダークです。中二病っぽい名前ですけど、ウルトラマンジードのウルティメイトファイナルと互角に戦えるほどの非常に高い戦闘力を持っています。ロッソ、ブル、グリージャの3人を同時に圧倒して心を折りかけるぐらいの火力はあるんですけど、一番の特徴は耐久力で、アサヒが変身したグルジオ・レギーナとルーブの2人がかりの攻撃も、ジード・プリミティブとルーブの2人がかりの攻撃も、ロッソ、ブル、グリージャの3人がかりの攻撃も全て耐え抜いてなおピンピンしていて反撃できるほどです。土井幸雄というカツ兄の友達が怪獣化していたスネークダークネスが4位にランクイン。3位は第23話24話に登場した超外装獣グルジオ・レギーナ。グルジオ系の最強怪獣で、その名の通り圧倒的な防御力と耐久力を誇る怪獣で、なんとあのウルトラマンルーブの必殺技ルーブボルテックバスターの直撃に耐えました。防御力だけじゃなくて攻撃力もぶっ飛んでいて、ルーブの必殺技に耐えた後、必殺技エルガトリオキャノンを発射して、なんとバリアの上からウルトラマンルーブをたった一撃で変身解除に追い込みました。ウルトラマンルーブが登場してからまともにダメージが入ることすらほとんどなかった状況で、一撃で変身に追い込むという圧倒的強さを見せたグルジオ・レギーナが3位にランクイン。2位は第23、24、25話に登場したコスモイーター・ルーゴサイト。3位にランクインしているグルジオ・レギーナがこのルーゴサイトと戦っても時間稼ぎにしかならないほどの圧倒的な総合力を持っていて、他の怪獣とはガチのマジで桁違いな強さを持っているウルトラマンルーブの本編のラスボス怪獣です。普段はガス状になっていて、惑星ごと包み込んで原子崩壊させることができるというぶっ飛んだ性能で怪獣形態にもなります。怪獣形態もめちゃめちゃ強くて、遠距離では全身からミサイルのようなものや光線を発射したり、近距離では触手攻撃が超強力でバリアも張ることができます。それに加えて当てればほぼ勝ち確定レベルのゲネシス・レクイエムという光線も持っていて、ラスボスらしい圧倒的な強さを誇っています。グルジオ・レギーナやウルトラマンルーブの必死の攻撃もほぼフル無視できるほどの防御力もあって、絶望的な強さを見せたルーゴサイトが2位にランクイン。1位は劇場版に登場したウルトラマントレギア。本来影で暗躍して人を焚きつけたり怪獣を暴走させてウルトラマンたちに嫌がらせをする陰キャムーブが得意な闇落ちしたウルトラマンなんですけど、いざ戦うと戦闘力もとんでもなく高いです。ジードのロイヤルメガマスターとウルトラマンルーブをあっさりと携帯解除まで追い込むことができて、ルーブよりもさらに強いミナと兄弟全員が合体した最強形態ウルトラマングルーブととてつもなくハイレベルな戦いを繰り広げて、ほぼ互角に戦いました。その戦いでウルトラマングルーブを数百メートル吹っ飛ばしたトレギアルティガイザーという必殺技やイスキロスダイナミスで生物を凶暴化させたり、トレラスラーで自由に次元移動できるなど能力の幅が広くてそれぞれ超強力です。ルーゴサイトとの戦いでも目覚めなかったウルトラマングルーブの力を覚醒させるきっかけになったウルトラマントレギアが1位でした。はい、という感じでした。順位が入れ替わっても問題なさそうな箇所も何箇所かあるくらいに今回もなかなか迷いました。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。